はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月9日の皆既日食から4月末までの流れをタロットでもう少し深掘りしてみたいと思います。前回ね、4月5月6月の3ヶ月の流れの流れを動画で説明したので、なんとなくこうなっていくんだなっていうのが分かった上で、今という時間を見るととても今を豊かに過ごすことができるので、ちょっと4月ね見てみますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。カップ10、戦車逆、スター、カップ7逆、カップクイーン逆、女教皇、ソード10逆。気をつけることや対策はカップ3逆とワンド5の逆とオラクルはジャスティスです。正義。そうですか、いいですね。落ち着いてるって感じがしますね。星の流れは前回もお伝えしたように、この4月っていうのはすごく自分の心の何かを外せるとか、こだわりを捨てるとか、何か心がすっきりする、家の中がすっきり落ち着くもそうだし、精神的なものが落ち着きやすい時ですねって言ったんですけども、カードで見ても非常にそれいい形で出ています。心の中に爽やかな風が吹いてくるっていうか、落ち着いなんかすごい焦ってるとかではなく、なんかほっと一息ついて、はーってはーって力を抜いて、お茶でも飲んでるのかなみたいな感じの雰囲気ですね。これとてもいいですね。この4月9日の日食のエネルギーってすごくやっぱ強いので、何かガツンってくる方もいらっしゃると思うんですけど、でも今このカードで見る限り、ヤギ座の皆さんもそれをうまくこなしてるというか、それを使ってこれまでの余計なものを吹き飛ばして、心の中に幸せな感覚がまた蘇るみたいな感覚ですね。いいですね、とてもね。でカードで見ても今ある環境の中での幸せをね感じたいんだ、もしくはすでに感じているんだっていう感じがあり、これとっても穏やかな満たされた感覚ですね。だから仕事を何とかしなくっちゃとか、あれを何とかしなくちゃっていう競争意識とか目標意識っていうものが一時的にちょっとストップして、ほっと一息ついて今ある幸せを十分に感じたいみたいな感じですね。ちょっと行動する動きとか走るスピードを緩めることによって見える景色が違いますよね。それと同じで、ちょっと自分が立ち止まってみた時にふとして感じるものが、とても豊かなものがたくさんあったみたいな、そんな感じだと思います。3月ぐらいからね目標を立てて頑張るぞって勢いよと頑張っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないし、今たとえ何か問題とか課題があったとしても、今その課題が見えてよかったなっていう感じだと思います。すごく曖昧だったものがはっきりするだけで心が落ち着きますよね。そんな感じがあって、とても落ち着いていて優しい気持ちで、だからこそ本当にお茶を飲んでいる時に、あの人にこうしてあげようとか、あれってこうすればいいんだわってどんどん思いつくみたいな形で、ヤギ座の皆さんが本当に落ち着いてゆっくりするからこそ出てくるいい道しるべがあるっていう感じがしますね。で実際にそれはその人に声をかけてもいいし、かけなくてもどっちでもいいんですけど、自分の中でその誰かに対する答えが出たり、あれはでよかったんだなみたいな感じで落ち着けたりとか、でその後にまた女教皇ということですごくパキッとね、じゃあ頑張ろうみたいな気持ちとか、何をどうしていくかっていうのがはっきり分かるっていう感じなんで、非常にオフとオンの切り替えもいい感じ、よくできそうな感じがしますね。おそらくこれは4月の20日以降、そういう企画したりとか、何か頑張っていこうとか、もう一回何か表現していこう、楽しんでいこうというエネルギーが強くなるので、それに対してははっきりとした今の自分にぴったりの方法が分かるっていうのがもう出ていて、ちょっとそれをするのは怖いけど、でも4月の末ぐらいはもうそっちを押されてるから、頑張って言ってみますみたいな、頑張ってアプローチしてみますとか、何か応募してみますとかちょっとやっていこうかなっていう気持ちになってますね。でこれはやっぱり4月の中旬ぐらいにゆっくりと幸せを感じたり、本当にゆっくりとお茶を飲みながらああしたらいいんだわみたいな案をちゃんと自分で把握してるからこそ出てくる動きっていう感じがします。とってもいいです。
いい形で力が抜けてて、誰かに負けたくないとか、あの人と比べてどうだとかってどうでもいいよねみたいな感じがあってですね、そして例えば約束してたことにいけないわとか、あの人に不義理なことしちゃったなみたいなことを思ったとしても、そんなことで壊れる人間関係、もともと友達じゃないしなみたいな感じで、なんか妙にすっきりとした余計な心配事が少ない1ヶ月ですね。柳田さんよかったですね。無理に戦わないし、無理に自分を鼓舞しないし、非常に落ち着いてバランスがすごくいいです。物事がすごくうまくベストなバランスでなんかこう進んでいくって感じがします。めちゃくちゃいいじゃないですか。なのでこれを例えばお仕事のことで言うと、今は、こうご利用ししていくとか宣伝していくっていうよりも、ここまでやった功績を自分でしっかりと確かめて、幸せなことをしっかりと確かめることによって何を基準にこれからやっていくかっていうのが見えてくるっていう感じですね。そして案は湧いてくるので、特に中旬以降20日以降企画なり何なり何をどうすればいいかっていう案が出てくるので、その通りやっていけばなかなかいい動き、後半にもなんか盛り返してやっていくことができるなっていう感じがあります。そしてなのでね、なんか動きが強いというよりは物理的な動きはそんなに動いてないんですけれども、自分の頭の中での道筋がきちんとできているっていう感じですかね。お仕事に関してもこうやっていけばいけるみたいなのが分かる感じかな。そして人間関係に関しては非常に今優しい気持ちなので、今の皆さんであれば誰と関わってもうまくいくっていう感じもあります。そして昔ちょっと嫌だったなとかちょっと誤解受けちゃったなっていうような人とでも、もうそのことを患うのはやめるっていう感じで、もうそのことは過去のことだし、そのことはもう関係ないんだわってことで、何かそれも手放していける感じがします。そうね、なんか本当すっきりしてますよねなんか心境の変化がありましたか？あった方はぜひなんか実はみたいな感じでコメントで教えていただけると嬉しいんですけども、いいすごくバランスが取れてます。ある意味なんかいい意味でこうサレンダーしてるっていうかな、こう自分のエゴで進めていくっていうよりも、もう流れに任せるみたいな、宇宙に任せるっていう形でいくことで非常にバランスがよく、いい形で力が抜けてるからこそいい流れが起こるみたいな、そんな感じです。なんか人との関係もいわゆるこうだからうまくいってますとか、こうだからうまくいってませんっていう、そういうなんかもの自体がもう全部溶かされていく感じがあり、なんか自分が自分らしく今ここにいるんだから何の問題があるのみたいな感じがあって、超越してる感じでいいですよね。ぜひこの感覚をなんか長く持ってほしいなっていう感じがします。そうね、いいからここまでにしとこうかな一応もう一枚ねちょっと引いてみますね。なんてすっきりしてるんでしょう。カード一枚一枚は非常にもちろん強いですし、多少の波あるんでしょうけども、何が来たって大丈夫みたいな、そういうねいい形の空気感があるのでいいと思います。そしてでしたそしてオラクル引いたカードがこちらです。このカードを見てご自身はどんなことを感じるでしょうか。そこで感じたこともご自身へのメッセージだと思ってね受け取ってもらいたいんですが、これはなんかこう愛着とか執着とか、何かこう雲の、ね、糸にとらわれて身動きが取れなくなってるような感じのカードですけども、ずっと願っていたもの、もしかしてこうがんじがらめになってなかなか身動き取れなかったものから、もしかしたら外れるのかもしれないですよね、この時期。もしくはそうやってなんかすごいいろんなものが自分の周りにまとわりついているけれども、でもその中で欲しかったものを手にするのかもしれないし、どっちかは分からないですけれども、ただ普通にこのカードを見た時に何が来ても大丈夫みたいなそんな感じがあるので、もしご自身が今までこんなことにとらわれていたなっていうことに気づいて外せたり、ずっと願っていたものにようやく行くことができるんだなみたいなね、そんな感じに私は受けました。
はい、ということで何かしら参考になれば嬉しいです。次はですね、4月の末ぐらいにまた5月のものをアップしたいと思います。ということで、何かしら良かったよとか分かりましたという方はぜひいいねボタンやコメントで教えてください。ではまた次を楽しみにしています。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。